スペースアートダンス TV へようこそ。この動画はフリースタイルのムーブを分析していきます。今回は和の楽曲でヒップホップとポッピンを合わせたスタイルで緩めに踊りました。ムーブのポイントを整理して長所や特徴を抑え、課題点があれば浮き彫りにしていきます。動画後半ではおすすめの基礎練習も収録しておきます。フリースタイル、振り付け、基礎の3つのチャレンジコーナーではムーブで押さえるべきポイント、構成など分析と紐付けてダンスを深めていこうと思っています。皆さんのダンスライフのヒントになるような動画を目指していきますので、チャンネル登録の上ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきましょう。ネタを使ってみせるというよりもリズムのノリを表現している印象です。全体の構成としても上半身メイン、ステップメインをうまく使い分けて、そこに腕を適度に合わせているという感じです。アップダウンよりも前後ノリの技術をメインに取り入れています。そこにタイミングを合わせてポップを入れていることで、緩く取っているリズムの中でもアクセントを感じられるようにしています。テンポは遅いですが、ビートははっきりしているので、この一拍一拍の間を大事に乗っているのが印象的です。また、メロディーの中でもはめやすいポイントがあるので、その部分を利用してゆったりしたノリからクイックにチェンジするところも印象に残りやすいかと思います。今日は大きく3つのポイントに絞って分析していきます。1、体を折るノリの使い方。2、アフターグルーヴで印象付ける。3、8方向の利用で印象を変える。リズムの取り方はアップダウンから取り入れることが大半だと思いますが、ノリの技術も同じぐらい重要です。前後と横ノリが主な基本ですが、慣れてくれば斜めにも使うことができ、ボディの印象を変えやすいので、かなり使い勝手が良い技術です。このムーブではかなり多角度に体を揺らしているので分かりやすいかと思います。どの角度も一定量の練習は必要ですが、最も腰を痛めやすい後ろ乗りの大事なポイントを過去動画のレクチャーから流してみます。後ろ乗りは形の都合上、どうしてもね、上半身や下半身がこのように曲線を描くイメージになっていきますので、アクセントの取りどころが分からずに、こういう風に暴れているように見えてしまう方も多く見られます。適切なポイントでアクセントを取ることによってリズムがしっかりと見えるようになってきますので、このリズム取りというところを大事にして練習をするために、今からご説明するアクセントの取り方、参考にしてみてください。では、一番簡単とは言わないんですけれども、先ほどお尻を締めることを意識してほしいと言いました。腰を守るためです。ですので、お尻のアクセントからやっていきましょう。このような正しい姿勢を取ります。そうしましたら、腹筋もきついです、前もももきついです。で、お尻も締めています。この状態で苦しいんですけど、さらにお尻をグッと締め込むようにしてみてください。そうしますと、腰のこういう風に傾斜させるアイソレーションと非常に似通った形にいきます。ブンブンブンと自分の軌道と合わせて練習をすることで、腰を守るっていうアクセントの取り方がしっかりとマスターできるようになると思います。さあ次です。多分一番最初にこれで取りたくなるんじゃないかなと思いますけれども、かかとでこのようにトントンと取るやり方もあります。しかしこれポジションが間違ってる場合って腰に負担がかかるので、とても注意をしてください。下に落とし込むようにアクセントを取る。ブン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 。はい、次は肩で16ビートを取っていくやり方、お伝えしていきましょう。しっかりと腹筋やお尻を締めた状態でドンドンドンと取れるようにすると、かなり軽快なリズムに見えるようになります。そして最後に胸を締めてアクセントを取っていくということです。こちらに関しては先にお見せしましょう。胸をギュッと締め込んでみます。リズムをこのようにループして取りました。そして胸を締め込んでいく、締め込んでいく。はい、これでもアクセントが取れてるように見えると思います。今アクセントの取り方として、お尻、かかと、肩、胸とご紹介しましたけれども、それぞれに見え方の違いがあります。後ろ乗りっていうのはこのように引いたリズムに見えるはずです。しかし逆に言えば腰は前に行くので、お客さんに押したリズムを届けたい場合は下半身でリズムが取るのが適切と言えます。上半身の肩や胸の場合は引いたリズムで、なんていうんですかね、このリズムにくぼみを持たせるっていうんですかね、そういう効果があると思ってください。このムーブは基本的にオンビートで取っていますが、違和感のあるリズム取りを取っているシーンがあります。オンビートで動き始め、しかも動きたい方向と逆にブラス、ヒップホップではよく見られる技術ですが、これを私はアフターグルーヴと呼んでいます。
慣れるまでは難しいですが、できるようになるとリズムの見せ方も増え気持ちよくなるのでおすすめの技術です。アフターグループの要点部分だけ過去の解説動画から流していきます。参考にしてみてください。ただ今回のアフターグルーヴに関しては少し違うので、こういうことを用意してみました。まず1つ目、ちょっとゴムをじゃじゃん用意してみましたので、こちらの方でさっきのアクセントポイントっていうのを表現してみたいと思います。そしてこれがアクセントというか軌道だと思ってください。自分の体ですね。これが例えば動いてきた時にゴムですので、アクセントを取ろうとした時に一度くぼみますよね。こうやって上から軌道を作ってきたら少しくぼむことになると思います。これが音のためです。そしてさらにこれを離すとどうなりますでしょうか。パン、ボールはポーンと浮かび上がっていきますよね。これが弾きです。このようにため弾き、ため弾き、これを一つのループの中でリズムをキープしていくことがアフターグルーヴ取りと呼ぶようにしています。このアクセントポイントの質感って非常にリズム取りにはすごく大事になってきますので、これもね参考にしていただけるといいなと思うんですけど、今回はゴムのようなイメージをしておくと一番分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。皆さんは踊っている時に方向を変える意識を持って踊っていますか？今回のムーブのように音に乗ることを重視している場合は特に正面だけで踊りがちです。そうすると自分のシルエットに飽きが来てしまうというのはよくあることだと思います。ここで有効になってくるのは足の運び8方向です。今回もあらゆる角度にステップを踏み込んでいて、結果的には同じことしかやっていないんだけど見せ方が変わることで違いを表現していることにつながっています。めちゃめちゃ基礎的な知識なのですが、簡潔にまとめた解説がありますので流していきます。最も足を動かすために大事にしている考え方なんですが、まずバレエのダンスで使われる方向の8方向というのがあります。正面を前にして45度ずつ時計回りに2番、3番、4番、真後ろが5番ですね。そして6番、7番、8番と、はい、このように45度ずつ回転していくと番号を8番まで方向につけられるわけですね。はい、そしてこれを使ってですね、足をその方向に1番、2番、3番、4番とこのように運んでいくことがまずは最もステップに大事になる基盤だということをお伝えしたいと思います。次に足を運ぶということにはダンスでは主に2種類の重心移動が考えられます。一つは重心を足を運ぶ方向に一緒に動かしてしまうということですね。そしてもう一つは足は運ぶんだけれども重心はキープするというこの2種類が考えられます。主に私生活では動作をするというのは一緒に動かす場合が多いはずです。このように足だけで何かを取ろうかななんていうするときは重心をキープすることがあるかもしれませんが、基本的には重心を一緒に動かすのが私生活で多いかなと思います。ダンスの場合はそれを意図的に止めるということも大事になってきますので、この辺を2つ使い分けられるようになってほしいなという意図を込めて3つのリズムトレーニングの中でこの重心固定というものを使って練習してもらうパートもあります。それでは最後に参考基礎練習として前乗りの練習動画を収録しておきます。前後横乗りと各種練習動画は公開済みですが、やはり乗りの技術をマスターするためには一番やりやすい前乗りからマスターすることをお勧めします。ボディコントロールの向上にも役立つと思いますので、ご興味が湧きましたらぜひトライしてみてください。
皆さんお疲れ様でした。今回はノリの技術の使い方や足の運びについて分析してみました。ダンスをやっていると一口に言ってもパフォーマンスで見せるだけではなく、やはり根幹となってくるのはリズムの乗り方です。現在はクラブイベントの DJ タイムでみんなが同じノリを取ることはとても少なくなったと感じていますが、このビートならこう乗るといったリズム感の部分は深めておきたいところです。根幹となってくる部分だと思いますので大切にしてほしいです。フリースタイル、振り付け、基礎と3つのチャレンジコーナーでは踊った後にムーブを分析する動画を作っています。皆さんからこんなテクニックを利用してほしいというものがあればリクエストお待ちしております。また、ダンスに混ぜやすいアクロバットやフロアのステップバイステップ動画も出していこうと思っています。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではエナジー全開でダンスを様々な角度から楽しめる動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただければ幸いです。最近レッスンがとても忙しくて体の回復が追っつかない感じです。食事でも変えるかなどどうしたもんかなと考えていますが、やはり睡眠の質だけはクオリティを保ちたいところです。皆さんもゆっくりと寝て明日への影響を休み合ってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。